はいどうも皆さんこんにちは、ゆうでございます。本日レビューするのはこちらです。僕が今つけているこのマイク、ファイファイン M9 ワイヤレスピンマイク。今僕が喋っているこちらの音声は、このワイヤレスピンマイクで録音しているんですけども、音質はいかがでしょうか。ここ最近、ワイヤレスピンマイクってめちゃくちゃ増えてきてますよね。安くて数千円、高いのだと本当に5万円とか10万円とか超えるものもあるとは思うんですけども、正直どれを選べばいいのかわからない。今回レビューするこちらのファイファイン M9 ですけども、 Amazon でおよそ1万円前後で売られているワイヤレスマイクですね。果たしてこの価格帯で使えるマイクなのか、スペックから使い方、いい点からちょっとここ気になるなっていう部分まで詳しく解説していきます。はい、ではまず最初にファイファイン M9 がどんなマイクかっていうのを簡単にご説明していきます。ファイファイン M9 はワイヤレスマイクで主に動画撮影、Vlog、インタビュー、オンライン配信とかで使われることを想定したガジェットですね。他のワイヤレスマイクとの差別化ポイントとしては、ペアリングの簡単さ、電波の飛距離、バッテリーの持続時間、ノイズキャンセル機能などが大きなポイントになります。僕の今回のレビューでは、実機を使って音質の比較、使い勝手、メリットやデメリットも細かくチェックしていきます。はい、では早速箱の方を開封していきましょう。こちらハードケースも付属しているんですけども、なかなかかっこいいですよね。しっかりとした質感になっていまして、結構ですね、衝撃にも強そうです。送信機や受信機一式をこちらのケースに入れて持ち運びできるのはかなり嬉しいんですけども、ケースとしては少し厚みがありますね。はい、では実際にケースの中身をチェックしていきましょう。ケースを開けてみるとこんな感じですね。送信機、受信機と充電用のケーブル、スマートフォンやカメラと接続するためのケーブルもこちらに付属しています。はい、ではこちらがですね、送信機、受信機が入っている充電ケースですね。質感としてはプラスチックな感じがやや見受けられますけども、表面はマットな仕上げ感がありまして、安っぽさは抑えられていますね。こちら背面のジョイント部分ですね、こちらもしっかりと作り込まれていますね。他にもですね、風防、ウィンドスクリーンも付属していますので、屋外での撮影時も安心して使うことができますね。こちらのケースなんですけども、真ん中に受信機が1つと左右に送信機が2つありますので、僕のような1人ではなく2人の撮影の際でも安心して使うことができますね。はい、では実際の使い方を解説していきます。まずですね、送信機と受信機の電源を入れていくんですけども、ケースから出すだけで簡単に電源が入ります。受信機と送信機ですね、こちらを出していきます。そうしますと自動的に電源がオンになりまして、 LED ランプが点灯し、自動でペアリングが行われます。複雑な設定やボタンを押さなくても自動的にペアリングされますので、この辺は誰でも気軽に使うことができると思います。はい、では次に受信機の設定になるんですけども、接続先には受信機のこちらの出力端子から 3.5mm のミニプラグで接続していきます。スマートフォンでは変換ケーブルがあれば接続できるとのことです。送信機はこんな感じで簡単にクリップで服に留めることができます。余談にはなりますけども、このワイヤレスマイクにはスマートフォンの専用アプリがないんですね。撮影現場でケースから取り出してケーブルをつなぐだけで使える、本当にめちゃくちゃ簡単に使うことができるんですよね。ワイヤレスマイクを初めて購入する方や、面倒な設定が苦手でもなるべくいい音で音声を録音したいという方に特にお勧めしたいマイクですね。はい、では実際に屋外でこちらのワイヤレスマイクを使うとどんな感じになるのか、肝心の音質やノイズキャンセルの効き具合、電波の通信距離も検証してみましたので、こちらの動画をご覧ください。はい、ではこちらのですね、ファイファイン M9、 実際に屋外で出力テストの方を行っていきたいと思います。はい、そして僕の胸元にはですね、こちら M9 の送信機の方を実際に装着しております。
今は若干風が吹いているかなっていう感じの環境で、そこまで風は強く吹いてはいないんですけども、モフモフの方をつけて収録の方を行っております。音声の方はいかがでしょうか。はい、では僕がですね、今から向こうの方に歩いていきまして、どれくらいの距離果たして接続することができるのか、実際に検証の方をしていきたいと思います。ちょっと今風が吹いてきましたね。結構肌に当たるような風が現在吹いております。この環境では音声の方いかがでしょうか。そこまで強風って感じではないですけど、ちょっと気を抜くと帽子が持ってかれそうになるかなって感じの風が現在吹いております。はい、では今ちょっと歩いてきております。だいたいカメラとの距離はこんな感じですね。音声や接続の方はいかがでしょうか。このくらいであれば全く問題なく接続されていると思います。ではもっと僕は向こうの方に歩いていきます。ちょっと風が出てきましたね。さあこの距離ではいかがでしょうか。先ほどよりもちょっと距離が離れましたね。25はいかないと思うんですけど、だいたい20メートルくらいですかね。接続や音声の方はいかがでしょうか。多分まだいけてると思います。もう少し離れてみましょうか。だいぶ離れてきております。今はですね、だいたいこれくらいですね。30メートルくらい離れた場所で、ただいま検証を行っております。この場所では音質いかがでしょうか。実際に皆さんが使う環境では、これくらい離れた場所で使う環境はおそらくないとは思いますけども、今回は念のため検証ということで、現在撮影を行っております。もう少し離れてみましょうか。今僕がいる環境では、海に面している環境ということで、少し風が吹いております。このワイヤレスマイク、ファイファイン M9 ですけども、どれくらいの距離果たして通信できるんでしょうか。だいぶ今離れてきております。そして僕の姿はカメラの方に映っているんでしょうか。だいぶちっちゃいと思いますけども、音声の方はいかがでしょうか。これで言ってたら結構すごいな。もう海のフェンスというか、そこをアスファルトで覆われた僕の声は果たして入っているんでしょうか。いやー、どうなんだろうな。さすがにこの距離だと厳しいと思うので、ちょっと戻りたいと思います。はい、では次にですね、M9 と DJI Mic 2の音質比較の方をいきたいと思います。はい、では今のセッティングとしては、先ほどと同じように、こちら側に M9 をつけていって、反対側に DJI Mic 2をつけています。DJI Mic 2の方は、ローカルで録音を行っております。2.4 ギガ帯のワイヤレスマイク M9 と、ローカルで録音をしている DJI Mic 2とでは、しっかりとした比較対象にはならないかもしれませんが、一応ですね、気になる人もいると思いますので、M9 と DJI Mic 2の音質の比較の方をしてみたいと思います。はい、こちらが M9 の音質になります。音質の方はいかがでしょうか。今も若干風が吹いているような状況ですね。少し風が吹いているなっていう感じの環境で現在撮影を行っております。音質の方はいかがでしょうか。はい、こちらが DJI Mic 2の音質になります。DJI Mic 2の設定としては、ノイズキャンセルはオフ、ローカットフィルターもオフにして収録を行っております。音質の方はいかがでしょうか。はい、そして音声の方には入っているか分かりませんけども、僕の横の方に小型船が通り過ぎようとしております。この船のエンジン音とか周りの音ですね、どれくらい入っているんでしょうか。僕の真横に今船が通り過ぎようとしております。そして風もちょっと吹いているような状況ですね。この環境では音質の方はいかがでしょうか。はい、ということで M9 と DJI Mic 2の音質比較の方をやってみました。さていかがでしたでしょうか。僕の第一印象ですが、この価格帯にしては音質がいいなと感じました。音がスカスカということもありませんし、低音域から高音域までバランスよく音を拾っている感じですね。ノイズキャンセリング機能もついているということで、
屋外で撮影した際でも周囲のノイズや風切り音を抑えてクリアな音声で録音することができました。伝送距離についてもメーカー交渉値では50メートルとのことですが、実際に屋外で使ってみたところ150メートルくらいまでは問題なく使うことができました。150メートル以上になると音が途切れてしまうことがありました。周囲の障害物や電波状況にもよりますので一概には言えませんが、安心して使うことができるのは50メートル前後だと思います。はい、ではファイファイン M9 のいい点、気になる点、どんな人におすすめかをお伝えしてこの動画を締めたいと思います。いい点はこんな感じですね。コストパフォーマンスが高い。この価格帯にもかかわらずワイヤレスマイクに必要な要素が揃っているのが強みだと思います。また使いやすさもめちゃくちゃ簡単で、ケースから出すだけでペアリングが自動的に実行されたり、こういう機材が苦手な人でも扱いやすいと思います。はい、では次にですね、気になる部分も正直にお伝えしたいと思います。気になる部分はこんな感じです。屋外環境でのノイズ耐性や風ノイズは少しあるかなっていう感じがしました。強風時や街中、車の通行音が激しい場所ではノイズが少し目立ってしまうかもしれません。編集ソフトによっては音声のノイズを抑えることができるソフトもありますので、この辺は許容範囲かなっていう感じがしますね。他にも気になる部分としては伝送距離ですね。僕の今回の検証ではメーカー交渉値50メートルよりも広範囲で通信することができましたが、実際の運用では少し余裕を見た方がいいかもしれません。僕の個人的にはこの部分も気になりますね。メーカーの使用スペック表に非公開な部分がありますので、この辺の不透明性がややあるなっていう感じがしました。周波数特性やマイクの入力感度、ワイヤレスマイクの遅延とか細かい仕様が明記されていない部分はプロフェッショナル用途ではちょっと不安かなっていう感じがしますね。僕が今回ご紹介したこちらのファイファイン M9 は決して万能なマイクとは言えないかもしれません。ですが価格帯を考えれば必要な機能がしっかりと揃っていて実用レベルで使えるという点では非常に魅力的な製品だと感じました。僕が一番おすすめしたいポイントとしては、撮影の現場でとにかくすぐ使える、本体のサイズや重さも軽くて持ち運びやすいという要素を重視する人にとってはこのマイクは買いだと思います。もちろんですね、プロ用のワイヤレスマイクと比較してしまうとやや物足りない部分もありますけども、コストパフォーマンスや安定感のバランスという点ではこのクラスの中ではトップクラスと言っていい製品だと思います。はい、では最後になりますけども、このファイファイン M9 がどんな人におすすめかをお伝えしていきます。おすすめでない人はこんな感じですね。 YouTube 撮影、Vlog、オンライン配信、取材など日常的なシーンで使う分には正直これ1台でかなり幅広くカバーすることができます。一方で音質へのこだわりが強く、声の質感まで細かく再現したい、ノイズの多い屋外で長時間運用したいといったよりプロフェッショナルな用途を想定している方なら、それこそプロ用のワイヤレスマイクを視野に入れてもいいかもしれません。要は求めるレベルがどこにあるかで評価が変わる製品だと思います。 YouTube 撮影や動画撮影を最近始めた、またはこれからやってみたいという方の初めの一本としては非常にバランスが優れていますし、この価格帯を超えた満足感を得られるワイヤレスマイクだと思いました。はい、それではまとめに入りたいと思います。今回ご紹介したファイファイン M9 ワイヤレスマイク、僕の総合評価はこの価格帯でこの性能なら買って損はしない製品という評価になりました。一番の強みはコストパフォーマンス、使いやすさ、日常用途での十分な音質。一方で屋外でのノイズ耐性やバッテリー持ち、
使用の透明性、この辺に改善の余地があるかなっていうのが正直なところですね。もし僕の動画を見て、これ欲しいかもと思った方は、動画の概要欄に製品の URL、詳細を掲載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。今回の動画がワイヤレスマイク選びの参考になれば幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ひゅうでした。